Hi guys. Hello. Welcome back. Nice to meet you ということで、このポッドキャストではですね、私、ミツが、日々気づいたこととか思ったことを自由に話していくポッドキャストでございますと。えー特にここには深い話はないんですけども、なので、ゆっくり、のんびり聞いてくれたらいいかなと思っております。はい。えっ、と、え今回エピソード10なんですけど、2個前がエピソード8で、そこで初めて英語のエピソードを私やりました。はい。聞いてくれた人いたんですかね。ネイティブではないので、流暢な英語ではないんですけども、思ったよりね、なんかアメリカの友達から面白かったよとか、聞いたよっていうメッセージをもらって、ちょっと安心してます。ちょっと調子に乗ってますね、今。いけんじゃねえかって。そうそう。思ってはないんですけど、でも嬉しくて、ね、やっぱちょっとジャパニーズイングリッシュだから、うざいだろうなとか思いつつも、そういうメッセージをもらったりしたし、ちょっと頑張ってやろうかなって思ってます。せっかくだから、いろんな人に聞いてもらいたいなと思うし、うん。だから英語を勉強してる人とかには多分っていうか向いてないんだけど、うん。なんか、ね。それちょっと聞いて、なんか、こいつ単語間違ってるわとか、文法間違ってんじゃねえかって、そういう間違い探し的に使ってもらっても全然いいと思うけど、そういうの見つけても別にいちいちメッセージとかいらないのであの、やる気なくしちゃうから、そういうのはいらないです。そういうのはもうちょっと心の中で収めといてもらってればいいかなと思うんですけど。で、今日話したいと思ったことがあって、ちょっとね、この流れで英語の話題になるんだけど、この前、ダイナーに行った時なんだけど、ね、あの、カウンターに呼ばれ座って、注文してね、ご飯をこう注文したオーダーと一緒だね。オーダーしたご飯を待ってたんだけど、そのカウンターにさ、オーダーを取ってくれたり、コーヒーをサーブしてくれたりするお兄ちゃんがいて、その人が他の店員さんがちょっと来てね、会話を始めたのね。で、その会話を始める最初始まりがさ、あの、Hey, how are you doing? You look great って言ったのね、そのカウンターの人が。そしたらその他の店員の人が、なんて言ったんだっけな。You too, man って言ったの。You too, man って言った後に、likewise, bro みたいな感じで言ったの。で、それでその時だけじゃないんだけど、その man とか bro って言葉あるじゃん。あともう一つ dude っていうのがあるんだけど、こっちの人ってさ、Thank you, man とか、Hey, what's up, man とか、Yo, bro とか、つけるのよ。その man とか bro。多分映画とか見た時に聞いたことあると思うんだけど、そのね、なんていうのかな、それらの言葉をフィリングワードって呼ぶと思うんだけど、俺の中でね、俺のこの英語を勉強している人としてそのブローメン、デュードっていう言葉を使えてる人はもうネイティブだなって俺は思ってるのよ。で、なぜかっていうと、その一つ一つの言葉はさ、難しくはないじゃん。メンとかデュードとか、ブローってブラザーだけどさ、もうそのまま日本語でも意味があるわけじゃん。男っていうかさ、ブローとかデュードは兄弟っていう意味。だからその一つ一つの言葉は全然わかるんだけど、そのフィーリングワードとして使った時それらの言葉をさ、日本にはない言葉じゃん。だって、こんにちはとか、友達の時によって言った時に、その後にさ、よ、兄弟とか言わってないじゃん。言わないから、こう、一致しないんだよね。自分が使った時にその自分の気持ちが入っ
って入らないから、すごく使うのが難しいんだよね。タイミングもわかんないのよ。その文化で育ってないから。だから、めちゃくちゃ憧れてる言葉なの。その3つを使え、3つの言葉って、俺の中で。こう、英語をずっと勉強している人として。でもね、使えたことがない。頑張ったことはある。でも、なんだろう。よし、今日はいけるぞみたいな、ちょっと調子乗って今日はいけるぞ、今日はあの友達に会うから今日は言えるぞみたいな日とかにちょっとこう前もって準備して、Hey man, what's up? って言った時、めちゃくちゃ恥ずかしいから。めっちゃ、もう思い出しても恥ずかしい。まあ一回だけじゃないんだけど、何回もトライしたことあるんだけど、こう一回もこう、適したところで使えたと思ったことが、使えたと思えたことがない。めちゃくちゃ難しい言葉だと思うんだよね。うん。だから、なんていうのかな、こう、逆に日本人の人が使ってるとを見たこととかもあるのね。で、その人がもうネイティブ、流暢な英語とかだったら多分全然気にしないと思うの。でもこう、片言の日本語で使ってる人とかいると、もうそれももう自分を見ているかのようで、もうすごくもう、ヒヤってしちゃう。もうヒヤーってしちゃうのよ。もうなんか、Hey man! みたいな。言い方じゃないのよ。なんか、なんかそこで使うみたいな時とかあるから、でもこの前のそのダイナの時とかね、とか友達とかも使うわけじゃん。で、自然にこう使っててさ、それをこう聞くたびにね、いいなって思うんだよね、俺の中で。多分あとは、まあこれはちょっと個人的なことかもしれないけど、やっぱこう、メン、デュード、ブローってすごくこうストレートっぽい言葉。なんか、dude, hey dude とか、what's up bro みたいな。すごくこう、まあ女の人も使うのね。俺の女の子の友達とかもブローとか言うし、いや、デュールとかなんかたまに、まあまあ、あんまりいないかもしれないけど、まあ使えるし、別にストレートだけの言葉、なんだ、あ、ごめんごめん。男の人だけの言葉っていうわけではないんだけど、うん。でも、まあそれもあるからって、こうちょっと抵抗があるのかもしれないんだけど、めちゃくちゃ使うのがね、難しいんだよね。めーんとか。めーんってね。まあ、使わなくてもいいんだけど、こうあれを使えてこそ、こう、ちょっと英語わかってるみたいな感じが、俺の中ではあるんだよね。それ、ちょっとこれ、言葉ではないんだけど、ちょっと似てる感覚です。あるのが、こっちの人はさ、友達と会った時とかにこうハグとかするじゃん。前、ね、ハグとかするし、へーって会った時にハグしたりとか。もう一つは、ハイタッチのやつ。まあ、特にこれはストレートの男とかが多いと思うんだけど、こう、Hey, what's up? って言って、こう、ハイタッチしてこう、胸にこうやってお互い胸にグッてやるっていう感じ。なんか見たことあるかなみんな映画とかで。こう、Hey! みたいな感じあるんだけど、あれもすげえ苦手。そのハイタッチのやつ。あれもさ、もうちょっとこっちはもう3つも、あ、これ来るなっていう時がわかるじゃん。その友達とか会った時とかに。へーってもうこうやって待ってるのよ。へーって言った時に、もうめちゃくちゃ緊張するわけで、オッケー、もう絶対これはもうしくじらないようにしなきゃと思って、もうへーって言ったらもう緊張しちゃって、もうなんかもうこんな感じ、みたいな、あいみたいな感じ。あいみたいな。ダッサいんだよ、めちゃくちゃ。めちゃくちゃダサいのよ。恥ずかしいよ、あれ。あ、でもなんか、それかもうなんか俺もこんななっちゃったから、もう向こうもハイタッチやめて、で、みたいなる時とか、でもとりあえずハグみたいな時とかあるし、あれもちょっと恥ずかしいんだよね。ないのかな、みんなそういう経験。こっちに来た、こっちに住んでる人とかで。あれもう恐ろしいわ。もうハイタッチ構えてる人がいたらめちゃくちゃ、もうめちゃくちゃ恐怖、マジで。あれね、そう、それもちょっとね、俺の中でこう、ネイティブの、なんかネイティブっぽいなって思う基準
あれをうまくこうやってる人ってやっぱかっこいいなって思うんだよね。うん。だからさっきの言葉と、それちょっと今思い出したけど、そのハイタッチのこと。なんかね、うん。まあ十何年住んでるけど、まだまだそこは使えないわ。多分一生使えないと思うな。うん。なんか勉強してできるっていうもんじゃないからね。はい。まあそんな感じですね、今日。ちょっとね、それを、この前ダイナ行った時に思い出して、まあ、ちょうど英語の、なんかね、ちょっと話変わるけど、英語のポッドキャストにもあんましたくないっていうかさ、英語のお勉強のポッドキャストみたいなのにしたくないんだけど、その Dude, Bro, Man っていうのはね、俺の中でなんか一つの基準、これを使えるようになったら、英語上手くなったなって思える基準で、ちょっと話しようかなと思いました。はい。まあそんな感じですがね、今日ね。はい。ありがとうございますね。今日も聞いてくれて、こんなくだらない話。どうでもいいよって感じだよね。いや、結構深刻よ。深刻なんですよね、きっと。深刻なのよ。話すぐらいだから深刻なんだよね、俺の中で。まあ、いつかこう自然に使えるようになったら、またちょっとさらっとこのポッドキャストで言うっていうか使っちゃうわ。最初の始まりの時とかに。Welcome back, bro みたいな。まあ、ないと思いますけど。はい。まあ、以上です。はい。ありがとうございます。今日も聞いてくれて。それじゃあまた次回ですね。はい。それじゃあ、バイバイ。